この優しい姿を見せる火山の噴火は常に爆発的です。その激しい噴火により、自らの山体をも破壊してきました。駒ヶ岳が眺める方向により全く異なる姿を見せるのは、山頂部が破壊されているからです。周囲の地形もまた、岩雪雪崩の直撃により変化を遂げています。川をせき止めた岩塊は沼を形成し、海に突入した岩塊は岬を誕生させました。この2つの地形は、長い年月をかけて作られたものではありません。江戸時代のたった1回の噴火により形成されたものです。駒ヶ岳の歴史では、短い周期で噴火を繰り返す活動期と、6000年以上の長い旧式が交互に到来しています。長い旧式を区切りとして、駒ヶ岳の活動期は4つに区分されます。江戸時代から現在まで継続しているのが4番目の活動期です。駒ヶ岳の火山活動の開始は、およそ11万年前まで遡ります。内浦湾の対岸、東野でカルデラ形成噴火が発生したその頃、駒ヶ岳はすでに活動を始めていたのです。活動の初期は、溶岩と火砕物を積み重ねて、成層火山を形成します。この時期の詳細は未だ不明ですが、3万数千年前までには、円錐形の成層火山を形成していたものと思われます。山頂部には、この時期の溶岩が露出しています。しかし、この後の駒ヶ岳は、マグマを溶岩として噴出することがほとんどなくなります。これ以後、駒ヶ岳の噴火がもっぱら爆発的となったことで、噴出物は山体を成長させることには寄与せず、広域にまき散らされることになります。成層火山の形成の前後で、少なくとも2回の山体崩壊と複数回の爆発的噴火が起きます。約3万9000年前には、火山爆発指数5の激しいプリニー式噴火が発生し、海岸に達する熱い火砕流を噴出しました。この時期は、西丸山などの側火山も活動しており、軽石噴火を起こしていました。側火山の活動は、この時期の以後は停止し、活動はすべて山頂火口に収束します。長い旧式の後、約2万年前から活動を再開します。約1万3000年前までの7000年の間に、4回のプリニー式噴火と2回の火砕流噴火を起こしました。最初の大噴火からそれぞれ、およそ1000年の間隔を挟んで大噴火を繰り返します。これ以後の活動期と比べると、まだ緩やかなペースです。この駒ヶ岳第2期の終わり頃、近隣の火山で一桁規模の大きい噴火が発生します。
駒ヶ岳の西方、約 20km にある五角形の陥没地形。ここは、濁川カルデラです。火砕流の噴出時の爆発によって基盤岩が破砕されて生じた、いわば、大型の噴火口です。爆発型カルデラ、あるいは、上後型カルデラと呼ばれるものです。濁川火山は、何もない場所から、突然大噴火を起こしたわけではなさそうです。カルデラ形成前の濁川には、広く、溶岩ドームまたは潜在ドームが分布していました。およそ1万5000年前、カルデラ形成噴火はマグマ水蒸気爆発により始まります。その後、プリニー式噴火を経て、ついには、基盤岩の破砕を伴う大規模火砕流噴火に至ります。稼働は、噴出物により直ちに充填され、すり鉢状のカルデラが形成されました。それから約1000年の静穏期を挟み、小規模な火砕流の噴出と溶岩ドームを形成し、一連の活動を終えます。その後、冠水した濁川カルデラの中で、溶岩ドームは次第に地中に埋没していきます。現在は、そのすべてを地下に埋めています。ごく新しいカルデラである濁川の風景は、一見、火山であることを感じさせないほど穏やかです。6000年の旧式の後、駒ヶ岳は約6800年前からの500年間で、2回のプリニー式噴火と2回の火砕流噴火を起こします。これ以前と比べると、短い間隔で大噴火を繰り返すようになります。中でも最初の噴火は、それまでにない規模の大噴火でした。駒ヶ岳ジーテフラの分布は、同等の広い範囲に及びます。6300年前の大噴火の後は活動休止期となります。その間の穏やかな時代、駒ヶ岳のよく見える場所に縄文人が定住します。環状列石が発見された鷲の木遺跡。4000年前に生きた縄文人は、日の出の方向にそびえる駒ヶ岳に祈りを捧げていたのかもしれません。歴史時代、山体崩壊を起こす前の駒ヶ岳の姿は記録に残っていません。おそらく、単純な円錐形ではなかったものと思われます。初期にも山体崩壊があり、2万年前からはもっぱら爆発的な噴火を繰り返していたからです。しかし、現在とは大きく異なる姿。体積およそ2立方キロメートル相当の山頂部が残っていたことは確かです。北海道駒ヶ岳。現在正式名称となっているこの駒ヶ岳というのは、ごくありふれた名称です。しかしかつては、内浦の岳、茅部ヌプリ、エパロヌプリなど、堂々たる固有の名が存在しました。エパロヌプリの語源、頭に口がある山、とは、山体崩壊前の姿を表しているのでしょうか。やはり円錐形に近い姿だったのかもしれません。
6000年の旧式を経て、駒ヶ岳の山体内部にマグマが貫入します。大規模噴火の前兆として、かなりの山体膨張があったものと思われます。1640年7月31日、このマグマの圧力に耐えきれず、山体の南斜面の崩壊が発生します。岩雪雪崩は、折戸川の流れる湿地帯を襲い、川をせき止めました。続いて、さらに大きな崩壊が起こります。山頂部を含む山体東側の全域が崩壊し、横殴りの火砕流を伴いながら海中へなだれ込んだのです。多量の岩塊が突入したことで、広い範囲に津波の被害が及びます。この津波により、和人とアイヌを合わせ、700人余りが溺死するという大惨事となりました。内浦湾の対岸にある、臼善光寺。ここでは、この津波に関する短い記録が残されました。かの、内浦の北方、臼の入り江があるところに、松前義弘の建立した善光寺如来の御堂あり。この日の津波は、御堂の後ろの山にまで登ったものの、御堂は全く無事であった。奇跡というほかない。如来堂を救った、この小さな丘。ここもまた、臼山の山体崩壊の痕跡であることも、奇妙な巡り合わせです。山体崩壊により稼働があらわとなった山頂部では、激しいプリニー式噴火が始まります。軽石は、主に西の方角に流され、火砕流は周囲に厚く堆積しました。風下となった松前では、紫の雲が四方に広がり、3日間闇に閉ざされた様子が描写されています。暗闇は松前にとどまりません。海を隔てた弘前藩も3日間闇に覆われ、火山灰は越後にまで降ったとの記録があります。松前と弘前の記録に共通する、ある現象があります。それは、3日間の闇のほか、火山灰とともに降った毛のようなものです。火山毛の一種が広域に降り注いだことがわかります。この大噴火は、内浦の岳の周辺の風景を一変させるものでした。川をせき止めて形成された沼や、海に突き出た岬。その風景は、後に景勝地へと生まれ変わります。現在の函館市中心部からは、駒ヶ岳の山頂部がよく見えます。1640年当時は、かつて栄えていた函館が廃墟となっており、代わりに、亀田という港町が栄えていました。この大噴火では、亀田川の流域でも、多量の降灰があったはずです。その影響によるものか、この後、18世紀になると亀田川により運ばれた土砂が港を埋め始めたため、港と町は再び函館に回帰することになります。目覚めの大噴火からおよそ50年後、
駒ヶ岳は、再び大噴火を起こします。しかし、噴火の規模に対して当時の記録が極端に少なく、人々への影響がはっきりとしません。弘前藩の文献には、3日間激しい噴火と地震があったとの記録があります。これが、1694年の噴火当時を記録した、おそらく唯一の資料です。江戸時代の後期に描かれた駒ヶ岳。これは大沼付近からの風景でしょうか。駒ヶ岳は当時から名山として名を広めていたようです。幕末、安政年間は政治だけでなく天地の動乱も際立っていた時代です。噴火が発生する1ヶ月前、北海道から東北地方にかけて強い地震があります。この地震では各地に津波を伴いました。函館や道南地域ではその余震が続いていたと思われ、そのため駒ヶ岳の異変を見逃しやすくなっていたのかもしれません。この噴火の記録、蝦夷地土産では、鹿部に降り注いだ噴石や、湯治場を襲った火砕流の様子が克明に記されています。駒ヶ岳というのは、一名、内浦ヶ岳、またの名は茅部山などと呼び、内浦の内影茅枝という場所において有名の霊山である。安政3年8月26日、明け方、どこからともなく振動することをおびただし、鹿部、本別、亀泊あたり、あるいは登米の温泉に浴せる人々、いずれも函館大地震だろうなどとよそごとのように思っていたところ、正午ごろ、駒ヶ岳の方角から雷鳴のごとく大いなる響きあり、たちまち黒煙が噴き出し、鹿部、本仏あたりの居宅の屋根へ焼け石が飛来。硫黄の火が触れるところへ燃え尽くため、防ごうとすれば吹き散らす焼け石に頭を打たれ手足を損傷し、防ぐべき手立てもなく逃げ出すところ、猛火が降り大石が噴き出てところどころへ散乱する。その上風激しく渦巻きでる黒煙を吹きかけ、闇夜のごとく目がくらみ、一歩も行くことができず、家にいれば火炎が吹き込み、戸外へ出れば頭上に大石が当たり気絶する者多く、幼児を背負い同父母をいたわり逃げ迷う。登米の温泉で湯治する者およそ22人。このように火のついた石つぶてや土砂、疾風に急雨白山を送るがごとく飛来し、少しの間に積もること9メートル余り、その上崖崩れ、沸騰する脇口が2、3箇所でき、核のごとく焼け石や土砂で山も野も川も辺り一面の再開と変し、大沼より流れ来る泉脈をせき止め、しばらく水も流れず。以上、湯治場に居合わせた者どもおよそ23人ほど、そのうち2、3人が生き残り、その他は残らず死亡した。軽石は東山麓で厚さ60センチ、十勝大津でも2センチ堆積したほか、道東一帯に飛来しました。山頂花高原には、この噴火で安政火口と小型の溶岩ドームが出現します。幕末の大噴火の後、明治、大正期は散発的に小噴火が起こっていました。いずれも水蒸気噴火です。
次第に間隔を短くしていった噴火活動は、1924年の小噴火の後、5年間静穏となります。大噴火の約1年前は、噴気活動がむしろ衰尾しており、極めて静穏な状態であったといいます。噴火の2日前、1929年6月15日から駒ヶ岳では、わずかな鳴動が聞かれ、無感地震が観測されます。この規模の噴火であっても、群発地震や地割れなどの顕著な前兆現象は見られませんでした。6月17日、0時30分頃から小噴火が始まります。鹿部村の住民は、深夜からの鳴動と異様な噴煙を不審に思いながらも、翌朝は普段通りに漁船を出し、子供たちは平常通り登校します。この段階までは、5年前までに何度も経験した小規模噴火と何ら変わりなかったのです。しかし、9時53分、それまで断続的に続いた小噴火は、突如プリニー式噴火へ移行します。その大音響と巨大な噴煙柱を目の当たりにし、風下にあたる鹿部村民はすぐさま避難を開始しました。午前10時5分前、突如、一大音響、大爆発が耳を領すると同時に、砂上の溶岩、さっと襲い来たる。驚いて見上げると、あの静かなる噴煙であった駒ヶ岳の山容が一時に変化し、渦巻く黒煙、矢よりも速やかに鹿部の上空に覆い来たる。いかなる大異変が起こるとも予測できないため、直ちに全職員に命じ、非常避難の部署につかしめ、全児童を校庭に集合。ところ鹿部本別の山岳団に整列、学校長自ら指揮を執る。この間、秒1秒と3回変化し、渦巻く煙は街を覆い、溶岩を伴い、驚愕、狼狽、恐怖その極みに達し、村内瞬時にして阿鼻叫喚の巷と化す。児童は急ぎに急ぎ、視力を尽くして避難に避難を重ね、第二避難の箇所もそのままに通過し、兄は弟を助け、弟は兄にすがり、お互い率いられ、30分間に 6km の大速力にて鹿部臼尻村会に至る。12時30分頃から噴火はますます激しくなり、雷鳴は人々を恐怖にさらしました。14時30分頃から噴煙柱の崩壊が始まると、火砕流の発生が続きます。火砕流は一部海岸にまで到達しました。軽石は風下となった鹿部村で最も厚く 1.5 メートル堆積し、遠く襟裳岬の沖合の汽船をも襲います。噴火は深夜の日付が変わる頃から急速に衰え始め、18日の3時には噴火を終えます。最も危険にさらされた鹿部村では、迅速な避難により、死傷者は少数にとどまりました。それでも、鹿部、臼尻の両村の被害は甚大でした。避難先から帰村した鹿部村民は、白い荒野と化した郷土を目の当たりにし、立ち尽くしたのです。
本村は全村数尺の荒廃石に埋もれ、樹木は使用をすべてもぎ取られて傷つける幹を残存するにとどまり、宅地、海産館場、農耕地、原野、全くその用途を失い、住宅は埋没して倒壊せざるも半ばその紅葉を喪失し、海岸は腐石に埋もれて深海漁業の全滅に遭い、悲風惨憺、山野に生色なく、灰色の世界に人の往来する様は地獄に幽霊の奉公するがごときである。農耕地及び山林の回復は火山灰の風化するまで不可能と断ずるのほかなく、水産業の回復も汝に属する。住民は大部分既存して家屋の掘り出し等に従事しているも、将来の計画に関しては全く途方に暮れている状態である。北海道庁では廃村案が上がるほどの惨状であった鹿部村。しかし鹿部村民はここから毎日汗を流して軽石を撤去し、近隣町村からは有志が駆けつけて復旧作業に従事し、全国から義援金が届けられ、そうして鹿部村は自立復興を成し遂げるのです。すり鉢状の山頂部は軽石の堆積により100メートル以上も高くなり、現在のように浅い花崗岩となりました。大噴火の後は、1937年にごく小規模な水蒸気噴火が発生したほか、噴気活動も活発な状態が続きます。この噴火の4日前に、山麓と山頂から鳴動、爆発音のような音が聞かれたほかは、異常は特に認められませんでした。1942年11月16日8時頃、鳴動とともに噴火が始まります。8時20分には噴煙が8000メートルに到達します。風下となった鹿部では、一時暗闇に包まれるほどでした。しかし、噴火開始の40分後にはすでに衰え始め、黒い噴煙は白く変化します。主要な噴火は、わずか1時間という短時間で過ぎ去ったのです。鹿部では、この日の夕方まで降灰が続き、2日後にも小噴火を起こした後、沈静化しました。この噴火では、山頂花崗岩に大きな亀裂、割れ目火口を形成しました。1996年3月5日、駒ヶ岳は小規模な水蒸気噴火を起こします。1942年の噴火以降、静穏であった駒ヶ岳の54年ぶりの噴火でした。2年後の1998年10月25日、駒ヶ岳では再び小規模水蒸気噴火が発生します。さらに、2年後の2000年には、9月から11月にかけて小噴火が頻発します。ごく小規模なものも含めると、計6回の噴火が確認されました。いずれも水蒸気噴火ではあったものの、1996年や98年と比べて、マグマの影響がより強くなっていることが分かりました。20世紀の大噴火、1929年の噴火では、その10年ほど前から小噴火が頻発しています。そして、大噴火の1年前には、
ごく静穏な状態にまで活動が低下していました。これが、駒ヶ岳のマグマ噴火のパターンだとすると、この1996年からの一連の小噴火は、近い将来に起こる大噴火の兆しではないかと、当時危惧されていました。しかし、幸いにも、その後活動は再開されず、低い活動レベルのまま、すでに20年以上が経過しています。その不規則性に拍車がかかった格好です。駒ヶ岳は、その噴火前、群発地震や地割れなどの顕著な前兆現象に乏しい火山です。噴火前の明動はよく記録に残っていますが、明動だけで終わることもしばしばあります。大噴火前の長期的な前兆現象についても未だ不明です。1929年の大噴火では、唯一、詳細な記録が残りました。その長期的な前兆現象に規則性を見出そうとしましたが、少なくとも1996年から2000年の噴火には当てはまりませんでした。この前兆現象の乏しさと不規則性は、内浦湾を挟んで対峙する火山、有珠山とは極めて対照的です。歴史時代の階段図を見ると、現在は1929年の大噴火と同じ規模の噴火が起きてもおかしくない時期に見えます。しかし、火山活動史全体を俯瞰すると、駒ヶ岳の噴出量は一定ではなく、短い活動期と長い休止期が交互に現れています。長い休止期の間に生成されたマグマを短い活動期で集中的に放出するのです。第三活動期はわずか500年しか続かず休止期に入りました。それを考えると、今の第四活動期も後半に当たるのかもしれません。ただし、山体全体の膨張は1929年の大噴火の直後から一貫して継続しています。駒ヶ岳のハザードマップが最初に公表されたのは1983年のことです。それは日本最初のハザードマップでした。当時の駒ヶ岳は噴火活動のない時期であり、また大沼という観光地を抱えていたにもかかわらず、全国に先駆けて作成されました。1929年の大噴火を経験した周辺自治体の防災意識の高さを感じます。ハザードマップは、その後、1990年代に入ると、全国の火山で続々と作成されることになります。内浦湾の海沿いなら、どこからでも見える駒ヶ岳。山頂部を失ってもなお、優美な姿を見せるこの清掃火山は、まさに内浦湾のランドマークです。